私のエッセはエンジン始動時にエンジン回転数がかなり高くなり続けてしまう症状が時々ですが、出るようになっています。ISCV の清掃やコンピューターの交換をしてみましたが、治りません。そこで吸気圧センサーを交換してみることにしました。走行3万キロのシステムユニットが手に入りましたので、そこから部品取りして交換します。吸気圧センサー交換でもダメなら、スロットルバルブ一式も交換していくつもりです。ISCV もスロットルバルブボディに付属しています。作業を考えるときに参考にするために、ユニットの構造をくまなく見ていきましょう。ユニット一式のドナーがあると、分解方法も調べやすいですね。吸気圧センサーをインテークマニホールドから外していきます。車両の吸気圧センサーと交換します。残念ながら吸気圧センサーの交換では症状は治りませんでした。ドナーユニットからスロットルバルブボディ一式を外して交換します。スロットルバルブボディは2つのナットと1つのボルトでインテークマニホールドと接合していました。ガスケットは本当なら新品と交換するべきですが、非常に程度が良かったので再利用することにしました。綺麗だね。車両側のスロットルバルブボディの取り外しに取り掛かります。まずコネクター類を外しました。2本のワイヤーケーブルは容易に取り外すことができました。このナットはかなり固く締められていました。スロットルバルブボディを取ろうとしたら、ワイヤーの固定部分を外さないと取れないことに気がつきました。ワイヤーの調整はしたくないので、固定部分のステーをスロットルバルブボディから外すことにしました。ここで外した方がいい。こことか全部つけてた方がいいんだ。スロットルバルブボディを取り外すことができました。
ガスケットはドナーユニットから外したものと交換しました。スロットルバルブボディを取り付けていきます。ワイヤーが固定されていたステーをスロットルバルブボディに戻しています。こうすればワイヤーの再調整は必要ないはずです。ワイヤーケーブルをスロットルバルブボディに取り付けています。こっちもじゃあつけとく。車の修理をやり始めて1年くらいにしかならない息子が一人でスロットルバルブボディの交換ができました。作業時間は1時間くらいでした。こんぐらいでいいか、これ。アクセルを踏んでワイヤーリンクが正常に動くかチェックしています。エンジンをかけて最終確認をします。問題ないようです。これから治ったのか2週間くらい様子を見ていきます。